でスイッチを1回で切りました。今度はこの接点がこっちに移動します。ほんまに不安な気持ちもあると思うんですけども、家に取り組んで見てもらえればと思います。今回紹介したベッセルさんのワイヤーストリッパーで VA の輪作りをやってみたいと思います。元のとこまで一気に返してくる。大事なポイントですね。その話出しちゃいますか。お疲れ様です。今日はですね、ティッシュでも使えると思うんですけども、実技テスト、技テストでも配線問題が出てくると思うので、基本的な片桐スイッチから、そしてちょっとレベルアップしてスイッチまで、ここらはデータ見たら大体わかるとは思うんですけど、本当に電気をやったことない人で、あんなフードセンターで理解できない。僕の友達がそうやったので、今日はより実物を変えて、それで感じるしてもらったんですけど、実物を用いながら、フードセンターを書きながら、ちょっと誰でもわかるようにやってほしいなということで、お願いします。そしたらまず、片桐スイッチのフットセンズから書いていきます。多分電気工事試験やと、ジョイントボックスっていうのがあると思うんですけど、ジョイントボックス、プラスマイナスが入れます。どうしようかな。ここスイッチにしようかな。片桐スイッチ。で、照明器具。シーリングにします。そもそもスイッチって何のためにいるのっていう話なんですけど、もちろん、つけたり消したりしたいからいるよっていう話で、じゃあスイッチつけるのどうしたらいいのって言ったら、そのスイッチ決線っていうのが必要になってきます。まず、ジョイントボックスっていうのには必ず電源が来てます。プラスとマイナス。で、照明器具からのプラスとマイナス。色変えた方がいいかな。マイナスを青にしよう。で、スイッチからも、みんな結構ここで戸惑うんですけど、見たらこれが今、こういうことですよね。そうですね。VA。はい。こんな感じです。はい。今配線だけした状態っていうこと配線だけした状態ですね。こんな感じですね。で、これが初め、僕もわからなかったんですけど、こういうジョイントボックスに集めてきてるそうですねということで。はい。で、どういうつなぎ方をしたらいいのっていうところなんですけど、僕の覚え方では、スイッチにプラスが必要なんですよ。スイッチにプラスが行くようにつなげる。で、この負荷、これはシーリングなんですけど、負荷にはマイナスが必ず必要なので、負荷をつなげる。ブレーカーから直接っていう。直接ですね。で、これが、いわゆる帰りって呼ばれるやつですね。で余った線を2本つなぐだけ。これ辿っていってもらったら、プラスから電気が流れて、スイッチをオンにしたら、ここが繋がるので、プラスが流れて、オンにしたら。そうですね。で、ここからマイナスで帰っていくよっていう。だからこれ帰りって呼ばれるんですよ。帰っていって、マイナスにたどり着くっていう。こう辿ってもらったら電気っていうのが流れていってるんで、これを実際に今から繋いでいこうと思います。お願いします。はい。で、基本試験って圧着スリーブと差し込み型スリーブと2個使うんですけど、今回は差し込み型でやらせてもらいます。で、今簡易な感じで、ちょっと家を想像してみたんですけど、家って家庭は絶対にブレーカーがついてるんで、まずブレーカーを設けてます。このまま、こんな感じで主幹のブレーカー、メーターの二次側から入ってきて、で、主幹の二次側から各小ブレーカーに流れていってるような感じですね。今日は小ブレーカーだけやってしてます。ここの部分になるわけですね。そうですね。このプラスマイナスが、このブレーカーです。で、このプラスマイナスが、ここのジョイントボックスに入ってきます。まず、プラスマイナスが来ました。で、スイッチが来ました。ほぼほぼ本当のテストと同じにしてもらいました。はい。今まさにこの通りですね。はい。で、皆さんも皮も剥いちゃってるんですけど、まずスイッチにはプラスがいるっていうことなんで、スイッチにプラスやります。今ちょうどここをやってます。はい。はい。で、次、負荷にはマイナスが必要なので、負荷にはマイナスをつなぎます。今、このブレーカーから来たマイナスと、負荷、これが照明器具ですね。そうですね。照明のマイナスをジョイントしたところです。で、余った線をつなぐだけ。これが帰りですね。はい。今のはここの帰りの白色。で、ここの電源線、元線の黒色ですね。はい。だからこれ刺したら絶対にちゃんと刺さってたら、物にもよると思うんですけど、裏にちゃんと刺さってるかどうかっていうのが分かるようになってるんで、導線が見えるんで、これだけは絶対に確認してください。で、ここから導線が見えないようにお願いします。そしたら、これが試験で出てくる片桐スイッチ、D スイッチです。裏はこういう風になってるんですけど、基本的にコンセントと一緒なんですけど、向かって左がマイナス、右がプラス。だからこっちがプラスで、こっちがマイナスですね。こんな感じです。なので、そのまま、これに対して、こっちが、プラス。で、マイナス。そうですね。
で、照明器具。照明器具には基本的に、こういう L、N で書かれてるバージョンと、シーリングであれば、W っていうのがマイナス側に書かれてます。一応ホワイトの W っていう風に認識してもらえればわかりやすいです。この N はニュートラル。多分。このままですね。今日も絶対に動線が見えないようにお願いします。では実際に電気を流していきたいと思います。ブレーカーを入れます。で、今スイッチ切っているので電気はつかない状態です。入れてみます。おー、ね。これは片切りスイッチです。はい、ありがとうございます。ということで今、片切りスイッチ、はい、ありがとうございました。これ、まだ静止画で、ポンって押しとくんで、スクリーンショットとか携帯で撮って、まだ皆さん勉強もこうやって見立ててください。サンドスイッチ、2種でも、1種でね、出るということなんで、サンドスイッチの複線ですから、実践と、かしこまりました。続いてサンドスイッチいきます。サンドスイッチも一緒です。ユニットボックスが、あって、プラスマイナス。で、照明器具。シーリング。でサンドスイッチっていうのは、基本的には、2箇所操作。例えば階段の登るところと、登り切ったところ、降りるところと降り切ったところとかでよく使われることがあります。で、下でつけて、上階段上がって、階段のライトを消したりとか、そういう時に使います。で、サンドスイッチの裏側は、こういう風に、013となってます。これが実物です。013。これも同じで、さっき言ったように、スイッチにはプラス、負荷にはマイナスが必要なので、そのまま引っ張っていきます。スイッチにはプラス。で、負荷にはマイナス。そしたら、余るのが、こいつですね。帰り。ここの13なんですけど、この0なんですけど、サンドスイッチのこの1と3番っていうのは、こことここの渡り線。こっちで消したよっていうのをこっちに伝えるための信号線的な感じですね。簡単に考えると。で、こっちでつけたらこっちでつけたよっていう信号線的な感じやと思ってくれたら分かりやすいかなって思います。で、サンドスイッチ1番には白の配分線。反対側の1番も同じ線。で、ここで繋ぎます。3番と3番。もう、本当にこことここを渡ってるだけ。本当にこういう風に考えてもらったら分かりやすいかなと思います。結局残るのが帰りの線。ここを繋いでもらったら、プラスから電気が流れて、片方のサンドスイッチに渡って、マイナスで帰っていくっていう。こうやって考えてもらったら分かりやすいかなと思います。で、結局、片切りスイッチとほぼ一緒で、片切りスイッチの場合は、1つのスイッチでプラスと帰りがいてるんですけど、サンドスイッチの場合は、2つのスイッチでプラスと帰りがいてる。こう考えてもらったら別に、このただ単に2本を渡らせるだけなんで、特に難しく考える必要はないと思います。サンドスイッチの複線での書き方、教えてもらったんですけど、今から実践もやっていくんですけど、その前にこのサンドスイッチの原理っていうんですかね。これが今1階にあります。2階になります。こっちで消したら、こっちは触ってないのに消えるよとか。そういう仕組み自体が結構ね、初め理解するのに時間かかると思うんで、サンドスイッチだけにピックアップして説明してもらいたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いしました。まずサンドスイッチの仕組みなんですけど、簡単に、複線図ではないですけど、スイッチと0番。こっちも0番ですね。で、帰りと。負荷をマイナスにつながるので、マイナス。こんな感じで繋げていきたいと思います。スイッチ間の渡りですね。こう入ってるとしましょう。まずこっちを、サンドスイッチっていうのは、そもそも、こんな感じで分かれてます。で、どっちに上にしても下にしても、どっちかから電気が流れるような仕組みにはなってます。こっちをオンにした場合、こっちに流れる電気が流れるとしましょう。こっちもオンの場合、こう流れるとしましょう。ならここオンになって、接点がこっちにオンになってるんで、こう電気が流れてきて、こっちもここで右にして、ここが繋がってるから、電気が流れて、ライトがつくっていう。ただ、例えば、両方オフで、こっちで上がってつける。これで階段登るときは、下がオフとしましょう。で、上は右になってるとしましょう。で、階段登るときこっちでオンにします。ここ繋がってるんで、電気がつきます。登ってきたとき、もう消したい。こっちを左にします。じゃあ、左のときは、こっちで繋がるんで、こっちは、プラスでひっついて、電気が入ってきて、ここの接点で合ってるんですけど、上上がった時に、こっち側で遮断してるんで、こことここは繋がってなくて、こことここで今繋がってるんで、電気が流れない。なので、電気が消えたよっていう。反対側も一緒で、降りる時につけたり。じゃあ、こっちを降りる時に、2回で、今オンにした。ってなったら、ここは今繋がってるんで、電気がつきます。で、降りた後、こっちで消した。なら、ここで消してるんで、今こっちにつく。だから、こっちで
電気が途切れてるよっていう。この接点が噛み合ってないと電気が流れないので、どっちかで遮断する仕組みになっています。はい。これ、今ちょっとね、今度は片切りスイッチで、本当はどっちもこれなんですけど、このチョボがついてないのは、オン、オフっていうかね、どっちの切り替えるから、このチョボがついてないんで、これが見分け方として、覚えやすいかなと思います。で、さっき原田さんがね、サンドスイッチやってくれて、すごい分かりやすかったんですけど、それでも分からない、ちょっとアホな人って言ったらあれなんですけど、僕の友達の深夜とかは、まだ分からないと思うんですよ。これ危ないんで、やったらダメなんですけど、これ、原田さんが説明してくれたように白がね、入っています。他に。はい。ここに今、サンドスイッチがあると想定してください。で、これをまあ、2階にしましょうか。2階のサンドスイッチの帰りがここに帰ってきています。で、原田さん、これ、黒後ろに当ててもらっていいですか？はい。ほんで今、これスイッチを入れました。開きましたよね。ほんで僕の方でスイッチを1回で切りました。ほんならこの接点がこっちに移動します。ほんじゃあ、これで今、この赤い路線は断線されてるので、電気がつきません。で、原田さんの2階で電源を入れてください。ほんじゃあこのね、接点がこっちに移動するので、電気がつきます。1階で電気を切りたい場合は、僕の接点がこっちに移動するので、この白色は今繋がってないので、電気がつきません。ということで、ということでね、これ危ないので、真似しないでほしいんですけど、まあちょっとわかりやすいかなと思ってやってみました。参考にしてみてください。はい。では、先ほどの伏線図に戻ってもらって、実技編、よろしくお願いします。試験では向き白が決まっているので、試験の方法問題の問題に合わせて、ここの向き白は変えてください。基本的にスイッチとかコンセントやったら、10センチですかね、決まってたと思います。そしたら、3のスイッチを先に仕上げていきたいと思います。基本的に今の住宅っていうのは、パナソニックのフルカラーって言って、ちょっとおしゃれなスイッチに変わってるんですけど、試験の方では昔からあるフルカラーっていうスイッチで、試験が出てきますので、まずこの枠の付け方から説明したいと思います。で、これがスイッチ枠。金属のスイッチ枠。で、これが3のスイッチですね。枠には上と下があるので、注意して気をつけてください。こちらのスイッチに関しては、どっちでもいけるようになってます。ただ、基本的には、向かって、左がマイナスっていう感じなんで、0番にプラスが入ることを想定して、右側が0番に来るように。で、ここに爪があるんで、ここの爪とスイッチの爪が入る部分を合わせてもらったら収まります。なら、これで押さえたまま、ここの隙間にマイナスドライバーを差し込んで、クイッと練り込ませるような感じです。この爪に入るような感じになってます。反対側も同じように、0番が右に来るようにしてもらって、はめて、押さえて、マイナスドライバーでクイッと。で、これ外すときは逆に、ここの爪に引っ掛けます。ここですね。で、外側に、クイッとしてもらうと、外れます。で、スイッチ1個の場合は必ず枠の真ん中につけてください。で、2個の場合は上と下で真ん中を開けるように。これはもう絶対守ってほしいです。じゃあ配線をしていきます。で、ここに3のスイッチがあるんで、3のスイッチから配線が3本。黒白赤。黒白赤。で、こっちも黒白赤。いきます。で、この電源のプラスマイナスが来てます。で、照明器具からもプラスマイナスが来てます。試験であればここ、ブッシングつけるんですけど、今はないんで省かしてもらいます。そしたらまず、スイッチの方につけていきましょう。これも0番に黒、1番に白、3番に赤。もうその通りでつけてもらったらいいと思います。こうですね。正直ね、これテレコになっても、つくのはつきます。何の問題ないので。ただ、できるだけ合わせてあげた方がいいです。もちろん。こういうような感じです。はい。そしたら次、ジョイントボックスの方で、まずスイッチにはプラス、で負荷にはマイナスがいるんで、まずそれを先にしてあげると、残った線が、分かりやすくなります。ではまずこっち側の3のスイッチにはプラス。いいよ。負荷にはマイナス。これはもう、ここで先にこの帰りをつないであげます。ここまではもう片切りスイッチと全く一緒です。プラスをつないで、マイナスをつないで、帰りをつなぐ。先の復習みたいな感じそうですね。そうなんですよ。この線がないんやね。これはもう残った線はもうこの4本だけなので、もうこれは簡単です。赤、赤、白、白。赤、赤、白、白。汚いので申し訳ないですけど、こんな感じです。プラスが入っていて、スイッチに行って、でスイッチから赤と白をたどって、反対側のスイッチ。で、この0番から、
負荷が返っていって、マイナスで電気が返っていく仕組みになってます。実際にこれで電気がつくか、やってみます。お願いします。ではこっちで一回消してみます。つけてみます。こっちでも消してみます。こっちでつけて、こっちで消してみます。こっちでつけて、こっちで消して、こっちで消したけど、こっちで消す。2箇所で自由な操作ができるのがサムスイッチです。ありがとうございます。はい。続けて使われてると思うんですけど、最後に、片切りスイッチの、はい、最小本数でしたっけ？最小本数ですね。西のテストでも出るってことなんで、ちょっとまた同じようにお願いします。はい。その最小本数って何かって言ったら、例えば、プラスマイナスがいつも通りあって、ジョイントボックスがあって、で、片切りスイッチが同じ場所に2個。そういうことですね。そうです。で結構トイレとか多いですかね。イメージしてもらったら。トイレのライトと換気扇とかがイメージしやすいかな。まあお風呂のライトとお風呂の換気扇とか。言うときりないんですけど、リビングとダイニングとか結構あると思うんですけど、そういう時に結構この配線を使います。これがシーリング。ハンドですね。はい。これが換気扇としましょう。じゃあ、本来片切りスイッチの方法であれば、ライト1つに対してスイッチに線が2本降りてると思います。ただ最小本数っていうのは、これをもう1個スイッチが増えた場合は、本来4本来ると思うんです。1対1ってことですね。そうです。はい。これに対しての2本、換気扇に対しての2本。で、4本来ると、スイッチをつける、スイッチボックスっていうのがつきます。で、4本来ると、この中に4本収めないといけない。4本ぐらいでいけるんで、正直いけるんですけど、窮屈ですし。で、ましてや、配線を引っ張ってくるときにも、4本引っ張ってくる量が、その少なくする3本で持ってくる量っていうのが全然ちゃうんで、まあ、電線の節約とかにもなるので、実際の現場でも最小本数っていうのが使われます。実際向きでもあるということ実際向けでもあります。実際にやられてる原田さんからして。僕は初めの方、ミシン2本持ってきて、親方にめちゃくちゃ怒られました。電線もったいないやろうと。で、その方法、伝授したいと思います。お願いします。まず、スイッチにプラスっていうのはもう絶対に変わらないので、スイッチにプラス。これは頭に入れておいてほしいです。スイッチにプラス。で、負荷にはマイナス。これも全く変わることがないので、必ず負荷にはマイナスっていうのを覚えておいてほしいです。で、シーリングにも、マイナスがある。負荷にマイナスがあるので、もちろん換気扇も負荷になるので、マイナスがあります。で、ここは3つの差し込み型コネクタ、参加させるバージョンでさせてもらって。そんなら、残りが帰りですね。で、こっちがライト、トーとしましょう。で、こっちが換気。じゃあ帰りの方を先作っていきます。じゃあトーの帰り。これも片切りスイッチと一緒で。じゃあまずこれで、トーの方の片切りスイッチができたと思います。続いて、換気の方なんですけど、換気の方の先帰りを。実際の現場では3芯を使うので、黒白赤でやらせてもらいます。ただ、ライトには赤では配線しないので、基本黒と白。負荷には2本しかいらないので、黒と白。2芯、2芯、3芯ってことですね。そうですね。結局、片切りスイッチの、換気扇の片切りスイッチに足りないのはプラスなので、で、プラスっていうのは、すでにもう塔の方に降りてきてるので、ここ2箇所させる場所あるんで、1本させてもらって、もう1本を渡り、降りてもらえれば、換気扇のスイッチにもプラスが流れるので、入っていけるっていう。そしたらスイッチボックスには3芯だけを持ってこれば、その電気に電気が流せるよっていうことですね。ありがとうございます。はい。これ、よくある質問なんですけど、わからない人からしたら、はい。これはスイッチが出てたら、こっちに電源がいけないんじゃないかという質問を僕も実際教えててあったりするんですけど、なるほどですね。それはなぜこれいけるのか。今ここは電源というか、スイッチでいうオフの状態やけど、こっちにも今電気は通電してるじゃないですか。片切りスイッチの仕組みは、こうです。ここは繋がってます。なので、こいつをオフにしたら、ここの接点が上に上がるとして、プラスは、接点がオフにしようがオンにしようが常に繋がっているので、下にも電気が一定です。なので、換気扇は、どうもスイッチを切ってようが、全く関係なく、別々で操作ができるっていうことですね。そういう質問でよかったですか？はい。以上です。ありがとうございます。実技講師ありがとうございました。トミデンさんはね、若くして、去年取られたんですね。そう、僕西松に取りました。いろいろこう、他のことだらけの状態から実技もやったと思うんですけど、今多分見られてる方もその状態かなと思うので、そういう方たちに向けてアドバイスお願いします。心構えとか。心構え。はい。僕は本当に急遽、電気工事会社にして、急遽、電気工事の試験を受けないといけなくなってしまった状態で、日数もなく、どうしようかって悩んでたんですけども、今ほんまに、たくさんの方が YouTube もされてて、調べれば調べるほどほんまたくさんいろんなやり方も出てくるし、で、今日僕も説明させてもらったんですけど、僕よりも分かりやすい説明もしてくれてる方いてるんで、僕はもうほんまに、当時はそういうのを見たり、で、教科書を買ってきて、絶対受かるぞっていう気持ちで試験に挑みました。で、ほんまに不安な気持ちもあると思うんですけども、試験受けるのにもお金かかりますし、で、どうせ受けるなら一回で受かりたいっていう気持ちを持って、一度と言わず、真剣に取り込んで見てもらえればと思います。わからないこととかあれば、僕もインスタグラムやってるので、全然コメントとか DM してもらえれば、
何でも僕でお答えできることならお答えさせてもらうので、どしどし DM お待ちしてます。はい。ありがとうございました。ということで本日はですね、ここ撮影場所も富電機さん用意してくれて、材料とかも全部用意してくれました。で、お金も僕は一切払ってません。ほんまに電気工事業界を変えたい。で、本当にテストを困っている方を何とか僕の力でできたらいいなという協力してくれた優しい若者なので、ぜひインスタとかも皆さんに繋がっていけたらね、これから電気工事業界が楽しくなると思うんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はご協力ありがとうございました。ありがとうございました。久しぶりやと思うんですけど、はい、解説しながら、この宝山のやつ、はい、用意しといたんで、結構テスト対策としてはこれみんな使うと思うんですよ。僕もこれでいったんですけど、これの、テスト向きのパターン。ちょっとこれも私が使ってたの若干タイプ違うんですけど、はい、私もこんな感じで、うん、MCC さんとか MCC っていう会社の、はい、こんな感じの使ったんですよ。はいはいはい。それだとこのスケールのメモリが入ってたんですけど、はいはいはい、これないのでちょっとこれで測ってやっていきますね。お願いします。バージョンはこれで僕のチャンネルの視聴者さんの合格がかかってるんで、いきなりプレッシャーかけんといてくださいよ。お願いしますね。今回輪作りをやってくれってことなんで、はい、ランプレサクタクルってやつにこれ、試験でよく出てくるやつですね。はい。はい。向けの輪作りやっていきます。はい。長さがですね、はい。大体本とかだと、大体この外の被覆は50センチ。相当、はいはい。向き長さってことですね。そうです。外向きの長さは50センチ向いて、はい。で、中のこの新鮮の部分は20って書いてるんですけど、正直個人的には20、20ぐらいがちょうどいいかなと。というのもあんま長すぎると、ここがこう、ぐにゃってはみ出てしまうので、血管ですよね、はみ出たら。そうなんです。やりにくいので、正直個人的には20、20ぐらいがちょうどいいかなっていう印象です。わかりました。なんでちょっとこれ測っていきますので。はい。これも実際こういうカバンにスケールがついてる。これでざっくり見るもよし。ほうほうほう。ちょっとほんとちっちゃいような裁縫用の。はい。巻き尺とか使ってもいいかもしれない。確かにこれやったらでかいから。そうですね。めちゃくちゃでかいですからね。僕定規持っていきましたテストの時。15センチの。それもいいですね。結構短いので。で、これ僕のは旧型やから長さ書いてないけど、今のは書いてますもんね。そうですね。大体書いてますね。大体40くらいで。はい。軽く握って。はい。で、ちょっと持ち替えてます、私。持ち替えてる。カチって割れ目入れて後に、はいはいはい。ちょっとずらしてあげるんです。ほう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 。でも軽く刃を当てといて、てこの原理で親指でクッと押してあげると、綺麗にスポンと抜けるんですよ。これは前の会社の時の先輩のやり方で、こうやってやるといいよって教えてもらったんです。新鮮に傷をつけないようにってことですよね、多分。長くなっちゃったけどな。で、ここは今がだいたい4尺ちょいですね。これでも、この長さでもいけそうですか？長かったらぶっちゃけ切っちゃえばいいんですよ。わかりました。今45になったけど、40で切り直します。これ、剥くときにマジックとかしとけば、そうですね。テストってマジックしても別にいいんでしたっけ？問題はないです。あんま時間かかるようだったら、それはやらなくてもいいですし。はい。もう大体慣れてくると目分量でペペってやっちゃうんで。そうですね。2センチ20ミリですね。2センチで、ここで、で、これちょっと気をつけなきゃいけないのが、穴入れるとこ間違えると折れちゃうんですよね、この真ん中のところで。はいはいはい。結構やらかしました。そうですね、サイズが16か2ミリか決まってますもんね。これ結構穴の位置ちょっとずれて、ここでここに挟んじゃうと、パキンって折れちゃうんです、新店が。ああ、確かに。これを、そんなこと言ったらこうやって抜けたので、根元から1ミリぐらいかな、どれぐらいって言うんだろう。ちょっと離して曲げてあげます。曲げる。はい。そしてここを先っぽ持って、くるりんぱと。一発でいっちゃうわけですね。あとちょっと微調整してあげれば、あっという間に綺麗なのの字の出来上がりと。ちょっと見せてくださいね。はい。綺麗ですね。こんな感じで。はい。で、黒も同様に。まずパキッと90度折ってあげて、はい。先っぽ持って、はい。なんて言うんでしょうね。手首を回すって言ったらいいのかな。にょ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 と。野球みたいな感じですね。野球のみたいな感じ？どんなですかね。カーブボール投げるときそんな感じなんですよ。へえ。野球してないかわかんないですよね。そうですね。野球やってる方は参考に使ってください。ちかっていうとここに巻きつけるイメージっていうんですかね。って思ったけどどうなんだろう。人によるのかな。軽く微調整してあげて、よし、これでできましたよと。できましたと。はい。ペンチバージョンでお願いします。はい。同じ感じですね。宝山はなしで。宝山はなしで。はい。もう大体ここはもうちょっと目安でいっちゃいますね。はい。
で長さって大体、まあ、40くらいですよと。はい。ペンチの場合も40でしたっけ？個人的なやり方だと、はい。なんだっけ、中の新鮮30の方がやりやすいです。ほうほうほう。もうこんな感じで、円弧ナイフで間に入れて。縦割りして、はい。先に長さちょっと見たやつを、はい。私はこれ、切れ目入れとくんです。軽く。ほうほうほうこうやっとくともう大体ここまでっていう目安にもなるので。ああ。で、向き跡も切れなるしね。そっちの方が。まあこんな感じで、はい。縦割りしてあげるとなんか傷つかないんですよ、結構。こんな感じで。ほんまですね。まあこれはもう正直、はい慣れですね、本当に。たまに電光ナイフでもやってもらう時もありますもんね。そうなんですね、結構コツがいりますよね、意外と。本当これ練習あるのみって感じで。即血管でしょこれテストでやってもらったら。即血管です。だからぶっちゃけ本当に、はい事件の時は、はいまあ限られた時間なんで、はい。もう電光ナイフよりは鉱山でやった方が無難です。ですね。もうちょっとここからもう大体の目安でいっちゃいますね。はい指の長さに合わせて、私の場合は、ここでちょっと印つけといて、はい。それが大体30ぐらいですね。このなんだっけ、向くところが30ぐらいのイメージですね。はい。根元20で基準でやってます、今。はい。ここかな。よいしょ。これで向いて。で、あとはちょっと、これはまた名古屋にいた時の、はい。電工の社長さんに教えていただいたやり方で、まあ、それは CV 線向く時なんですけどね。鉛筆削りってやつですね。なんだっけ、魚の骨を、に沿わせるようなイメージで、へえ、三枚おろし。みたいな感じなんですかね。こんな感じで軽くはい横一箇所向いてあげて、はい。あとはまあ手でペペッと向いてあげるとうまくいきました。あまあこれ本当に人によりますね、やり方は。確かにね、僕とかやったらペンチでいってまうけど、そのペンチって結構握った時に傷いきますもんね、正直。そうなんですほんまはダメですもんね。だからこれが一番うん。綺麗にできるやり方なんです、私にとっての。安全ですよね。ただまあ結構、まあ手をうっかり怪我しないように、あれ、手袋してます。はいはい。この間も意気揚々だって軽く切りましたからね。やってもった。めっちゃ綺麗。こんな感じで、いいね。ここではい。外してあげて、はい。でも正直これももっと早くていいやり方もあると思うんですけどね。まあこんな感じで剥いたら、あとは持ってきて、まあこれこの長さでいいんでしたっけ？これははいちょっと薄いので若干ちっちゃくなりますね、輪っかが。はあ、はあはあ、電工の試験用で使ってるやつよりちょっと薄いんですよ、この富士屋さん。なので、まあ気持ち長く見といた方がいい気はします。まあここは一緒で、くるっと曲げるんですね、まず。はい。お、Z にするんや。はい、Z はい型で。はいはい。Z にしたら、はい。根元あたりで打ってあげるんです。パチンと。それで長かったんや。そういうそうなんです。ことですね。あんま短いと、この曲げができないんですよね、はあ、最初に。はあはで、ここの、よいしょ、この先っぽ持ってあげて、はいくるりんパッと。あ、ほうほうほで、ちょっともう持ち替えて、う。はい。整えるみたいな。そうです、整いました、なんつって。よいしょ。私もちょっとこれ、久しぶりだったのもあって、はい。まあ苦手なんですよね、これ。よいしょ。まあちょっと、うまいことぐにょぐにょっと。よいしょ。よいしょ。こんな感じで。はい。で、もう片方も同じように、はい。カチッと。はい。逆だな。逆だ、逆だ。よいしょ。これあんまぐにょぐにょやったらやっぱ、疲労で曲がっちゃう。金属疲労でね、折れたりしますよね。あと切ってあげて、はい。この角っちょで持つ感じですね、本当にペンチの。ペンチのね。まあ、ぶっちゃけこれもあれ、なんだっけ。よいしょ。長さだけ測ったらあれ、ラジオペンチでやるのが楽な気はしますけどね、正直な話。確かにね。まあ、角っこでちょっと持ってあげると。はい。あともうこんな感じで。で、まあ、あと4分の3巻きつけてあればいいので、はい。まあ、細かいとかちょっと微調整してあげたらいいのかなって気がします。と、の内を通してあげて、うん。これよく間違えるこの白と黒の、あ、これ決まってるんですか？どっちがどっちか。はい、どっちかどっちか決まってます。どっちがどっちですか？このネジの部分、座金でしたかね。はい。この土台っていうんですかね。はいはいはい。外側に繋がってる方を白と覚えてまして、これ、私結構その理論で考える方が得意だったんですけど、はい外側ってはい触れる部分じゃないですか。はいだからこっちに電気が流れると危ないということで、ただこっちは電気が流れないマイナス側の白。はいはい逆にこっちのネジって、これよく見るとここに繋がってるんです。この真ん中の。はあはあはあ。はいはいはい。だからソケット分ってことですね。そうです照明で言う。だからここに繋がってるから、はいこっちは、まあ、
なんか触れないじゃないですか、はいなかなか。はだからそっちに持ってってあげると安全だようーと。ん。っていう感じのイメージで考えてました。はいはい。わかりやすいです。こう安全な方をやっておこうねっていう理由でこうなってんのかなっていうイメージでやってますが、ちょっとこれ穴がちっちゃかった気がします。じゃあね、これ広げてあげた方がいいかな。でまあちょっとこの穴の中からはい。外の皮膚出してあげて、はい。先にはい。こう大体の位置を整えてあげるとやりやすいです。これは。ああ、形を作っといてあるんですね。そうですそうです。こんな感じで、まあちょっとまあ不吉なのはまあ笑ったってください。本当に不吉な。そしたらまあこうやってはい。緩めたらネジを外しまして、はい。最後ら辺だったらちょっと指で支えながらほうほうほう。よいしょ差し込んではい。穴に入れてはい。軽く回してあげたらもうこっちでギュギュッと。はいはいはい。ちなみにこの回し方はこれ私も今の会社に入ってから先輩に教えてもらったんですけれど、はい。この人差し指の付け根あたりはい。に入れて、はいこう入れてじゃないな当ててはい。中指と親指ぐらいで回すようなそんなイメージなのだそうです。へえ。私も最近知りましたそれは。はいはいはい。今こんな感じでは外していってあげて、ここら辺をまあこう外して穴に刺してい。そして、刺してふんふん。この不吉さがブレるねバレる感じでやってますけど、で穴に入りましたと。はい。で回していってはい。回していってはい。で締めてあげると。はい。もうこんな感じで出来上がりと。ほうほうほう。いい感じっすね。どこで大丈夫なのかな。本当は NG な気がしますが若干出てる気がしあますか。まあイメージとしてはこんな感じですね。あ。はいはいはい。ありがとうございます。はい。まあ、これは慣れていくとだんだんもうはい。先にバーッと向いてって感じであーできるようになっていくと思うので。でも久しぶりの。はい、お疲れ様です。前回紹介したベッセルさんのワイヤーストリッパーで VA の輪作りをやってみたいと思います。で、これは VA の外装は向けないんで、ちょっとこっちで外装だけ向かしてもらいます。これはもういつも僕やってるんで、ちょっと割愛で説明は。この VA の IV も向けるんで、一番下の 2mm のとこで、その使うビスに合わせた長さをだいたい向いてもらって、こんな感じで。で僕のやり方はこう先端がつかみやすいようにちょっとこうギザギザになってるんで、このやり方としてはここを 3mm 開けて向こうに前に倒したやつをこれ逆手で持って先端一番前を持ってもらって元のとこまで一気に返してくる。こっちも一緒ですね。 3mm 開けで倒して一気に戻す感じで、これも練習したら誰でもすぐできるようになるんで、ちょっとやってみてください。このギザギザのところは結構つかみやすくて輪作りしやすいですね。これ以上輪作り動画でした。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はありがとうございます。今回ですね、第2種電気工事士の実技テストがちょっと近づいてきてますんで、初めてね、受ける方も多いと思うんで、いろいろね、知りたいと思うんですよ。Twitter とかインスタとかで質問とかちょっと僕答えてきてもらったんで、集めてきましたんで、ツッチーの電気工事チャンネルさん、電気工事のね、いろいろハウトゥー教えられてるんで、いろいろ聞きたいなっていうのと、電気アビオリさんもね、電気系 YouTuber としてされてるので、経験談を聞きたいなと思って、今回コラボさせてもらいました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ早速質問していきたいんですけど、2種の電気工事士って何歳の時に取得されましたか？ツッチーさんからお願いします。はい。で私はね、工業高校の電気科で、2年生の時に、クラス全員受けるみたいな形で、強制的に全員受けるみたいな形だったんで、みんなで受けて、結構な人数合格したんですけど、その時に取りました。じゃあ16歳の時ってことですね。はい。で電気屋日和さんは、はい。いつ取られたんですか？おいくつの時に。私は、10万26歳の時に、ちょっと会社に所属していたんですが、電気というか通信の会社だったんですけど、電気もちょっとやるんで、みんな取りなさいみたいな空気だったんで、そうですね、暇に任せてちょっと取ってきたという感じですね。じゃあ通信工事の仕事やったから、資格は特にいらなかったけど、必要になってきたので、26ぐらいで検討したっていう感じで。
そうですね。はい。そんな感じですね。でちなみにそのお二人は試験は一発で受かったんでしょうか？はい。そうですね。一発で合格いたしました。皆さんこれから実技テストの練習をしていくと思うんで聞きたいんですけど、実技テストに関する費用っていうんですかね。いろいろ工具買ったりとか、ツッチーさんやったら高校生やったから自分で揃えなあかんとか、ビオリさんやったら自分の持ってる工具とかでいろいろこう、パターンは変わってくると思うんですけど、初めて受ける視聴者さんとか参考になると思うんで聞きたいと思うんですけど、ちょっとね、覚えてないと思うんで、ざっくりでいいんで、金額聞きたいなと思って。ツッチーさんどんなもんでした？授業の一環みたいな形だったんで、学校で決まったセットみたいなやつを、確か1万円ちょっとぐらいでしたかね。圧着ペンチは貸してくれたんですけど、リングスリーブ用の圧着は。それ以外はみんな自分で購入してっていう形だったんですけど、それでも1万円ぐらいでしたかね。リングスリーブそんなに学校持ってるんですね。リングスリーブじゃなくて圧着ペンチ。なんかあれを貸してくれましたね。多分毎年毎年受けるんで、多分1回揃えちゃって、毎年ずっと使い回してる感じですかね。でも電気科の学校とか行ってる人であれば、そんなにお金がかからないというか。ケーブルとかも部材とかも学校にあるやつっていうか、授業のその中でみたいな形で全部やらせてくれるので、すごい良かったですね。買った中ではじゃあストリッパーとかが一番高かったぐらいですか？正直ね、ストリッパー買ってた人いるんですけど、買ってくれないです。そんなのに親がお金出してくれなかったんで、電光ナイフで全部やりました。家庭の事情によってもう本当に数人ですね。2、3人ストリッパー買ってくれてる人がいるぐらいで、ほとんどみんな電光ナイフでやってましたね。ビオリさんはどれぐらいかかりました？ざっくり。私の場合には、受験費用と普段使ってた道具で大体使えたんで、その時もうすでに職人はやっておりましたので、特にかかってないと思いますね。じゃあ持ってる工具で。そうですね、持ってる工具だけでなんとかなっちゃいました。わかりました。今の話でストリッパーとか出てきたんですけど、ストリッパーで行くのか、宝山の、専用工具というか、ここに画像を出すんですけど、その工具で行くか、電光ナイフで行くかとか、人それぞれ分かれると思うんですけど、ビオリさんから。そうですね。ちょっとさっきお話した時に出たんですけど、僕宝山って知らなかったんですけど、なんか出てるんですね。その専用品が。そうですね。僕が20歳の10年前ぐらいの時にはもうすでに出てたんですけど。全然それは知らなくて、私は電光ナイフで向いたと思いますね。ガッチャンのストリッパー、一発のストリッパーもあったんですけど、当時そんなに F ケーブル向くような仕事しておりませんでしたので、ナイフで行ったと思います。じゃあ別にナイフの方が安全やからナイフを選んだとかいうわけじゃなくて、もう全然、お金かけたくなかったんで、特に。わざわざストリッパー、これから使うかわからんのに買うのもあれやな、みたいな。そうですね、その時は電気はやっていなかったので、本当に試験のために間に合わせで工具揃えたような感じですね。ツッチーさんは？そうですね、私受けた時はね、ナイフで気合で受かったんですけど、今考えると正直ストリッパーの方がいいかなと思ってます。宝山のやつを現場で指導具で使ってる人って多分ほとんどいないと思うんですよね。なかなかいないですよね。ないですよね。でストリッパーは、圧着とかはするときにはほぼ間違いなく使うと思うんですよ、皆さん。試験受かるためだけに受けるんだったら宝山のやつ使ってもいいと思うんですけど、その後ね、現場で実際にってなるんだったら、やっぱストリッパー、どうせお金、払って買うんだったら、実際現場で使うものを使って受けてもらった方がいいかなと思うんで、やっぱストリッパーの方がいいかなと。ちなみに宝山っておいくらぐらいするんですか？3000円ぐらいでしたかね。割といい値段するんですね。僕は買ったんですけど、一切使ってないですね、テスト以外。ツッチーさんが言ってたように、もったいないっちゃもったいないかなと。でも僕的にはやりやすいのは宝山かなとは思うんですよ。なるほど。長さとか見るのにはいいですよね。なんかいろいろ長さとかをここで見ようとかって見るのはすごくやりやすいと思います。長さが見れるんですね。そうなんですよ。長さの記録に書いてて、ストリッパーとかやったらたまに滑ったりとかあると思うんですけど、それもほぼないかなっていうことで、ほんまに試験用に宝山が作った、宝山以外でも今出てるんですけど、画像とかちょっとここに貼っとくんで、また見てください。見てみます。はい、ありがとうございます。じゃあ次なんですけど、
その有料で講習とかってあるじゃないですか。そんなんとか受けたり、まあ誰かに教えてもらったりとか、どんな感じでみんな勉強をしました？ツッチーさん。学校の授業だったんで、本当に同い年の学生たちと用意どんで問題作って、こうある意味競争みたいな感じでやってましたね。仲間同士で。そのでも公表問題を見たところで、はいツッチーさん高校生やから工事もしたことなかったと思うんですけど、はい。わからないですよね。わかんないんですけど、その試験の実際作る前とかには、先生がホワイトボードで黒板で伏線図の書き方とか授業があったので、割と入りやすかったし、わかんないとこあれば、その学生同士でも教え合ったりみたいな、いっぱい人数がいる中でやってたんで、すごいやりやすかったかなと。楽しそうですね。先生プラス同級生って感じですね。そうですね。同級生のできる人とかに聞いたりとかっていう感じですね。日和さんは？私は特に講習とかはないですね。独学で。そうですね。本当にさっき言ったように暇つぶしじゃないですけど、当時、夜勤生活しておりまして、鉄道関係で、鉄道関係の仕事って拘束時間が本当に短いんで、昼間は結構暇なんですよね。そうですね、2時間とかで終わりますよね、いい時。そうですね。やられてますね。ちょっと言ってたんですけど、はい。なんで、本当に暇つぶしがてら試験受けたみたいなもんなんで。時間あるし取ってみようかな、みたいな。そうですね、そんな感じです。有効活用されたわけですね。そうですね。前僕の動画でもちょっと輪作りっていうのを作り方出させてもらったんですけども、輪作りも何を使うかとか、テキストにも書いてるんですけど、何で作ったか覚えてます？日和さん。私普通にペンチで作りましたけど、逆にペンチ以外で作るんですね。ちょっとそれを知らなかったです。そうなんですよ。僕らのね、時代は宝山で作るのがやりやすいということで、宝山のストリッパー派かペンチ派かに分かれるんですけど、ペンチですね。ツッチーさんは？私もペンチですね。ツッチーさんもじゃあ宝山使ってないんですね。買ってもらってないですね。時代的にはありましたよね。ありましたけど、でも使ってる人少なかったですね。本当にみんな与えられたその限られた道具でこう頑張って完成させるみたいな感じだったんで。高校生やからって甘やかされてるわけじゃないですね。そうですね、全然。いいツールを使わせてもらえるわけじゃないんですね。公表問題ね、皆さんこれからやっていかないとダメだと思うんですけど、結構どれぐらいやったらいいですかっていう質問が多くて、どれぐらいやりました？3週ぐらいはしたかなと思うんですけど、やっぱ1週目は多分あれですよね、完成させるのでいっぱいいっぱいでみたいな。制限時間もちょっと超えちゃうみたいな。そう、超えちゃうみたいな、だと思うんで、まず制限時間を超えることですよね。見直しの時間っていうのが欲しいと思うんで、遅くとも30分とかでは形できないとなとは思うんですけど、1週目とかちょっとやばいなとか思いました？そうですね。でも20分とかも慣れてくるといけるので。じゃあ今1週目でちょっとやばいと思われてる人もそんなに心配せずに。そうですね、諦めずに数をこなせばいけると。日和さんの方はどうでした？パッと見て一番めんどくさそうなやつを1回やったぐらいですかね。そんな感じですか？すごいな。そうですね。あとは練習すればするほど資材も使っちゃいますし、お金もかかっちゃうんで、見てイメージだけ頭の中で固める感じですか。それはそれを1周と考えるんだったら何周かはしました。シミュレーションってことですね。頭の中で何度もシミュレーションはしましたけど、作ったのはイメトレでそうですね、1個、2個ぐらいでも作ったのかもしれないですけど、そんなにやった記憶はないです。ただテキストはいっぱい見ました。1周どころかもう2回ですね。そうですね、もう当時、現場仕事自体はしておりましたので、いけるやろうということで。そうですね、一つめんどくさいのを理解しちゃえば、あとは、容量は同じというか、あとはパターンがちょっと変わる程度じゃないですか。ね。もしかしたら、時代的に私の時代の方がちょっと問題も楽だったのかもしれませんし、最近のはちょっと厳しくなったみたいなのは聞いたことあるんで。そうですね、難しくなってるってみんな言いますね。そうですよね。ちょっと緩い時代だったんだと思います、私の時は。わかりました。で今いろいろ聞いたんですけど、本番のこと、試験当日のことでも結構質問が来てまして、会場の雰囲気とか、どんな感じだったんかなって結構上がり症の人も多いみたいで。
どんな感じというか、どういうふうに取り組んだというか、ツッチーさんとかやったらね、その時高校生やったから、大人ばっかりに囲まれてみたいな、いろんな気持ちもあったと思うんですけど、どうでした？あんまり覚えてないですね。狭かった記憶あります。試験受けるのに。テーブルが。はあはあはあ。なんで、まあ学校とかだと結構ね、広いテーブル、実験用みたいな広いテーブルとかだったりしたんで、結構狭いところで作っとくっていうのもちょっと練習した方がいいのかなと思いますね。そういうことですね。いつも広い環境でできるけど、試験当日はそうじゃないよと。ビオリさんの方はどんな感じでした？そうですね。私も、ツッチーさん以上にはちょっと覚えてない節はあるんですが、はい。まあ試験っていう感じのシーンとした空気だったのは覚えてますね。まあ覚えてないってことは、そんな緊張したわけでもなく。そうですね。あんまり、緊張しない方なんで、そうですね。能天気なんで、割とその辺はなかったですね。あと、割と若い人がいて、すごいなーって、こんな若い方が、こういう試験って受けるんだなーなんて思ったのは記憶にありますね。やっぱ、ツッチーさん言ってたように、そうですよね。意外と机狭いんで、狭い場所でこう、やる練習はしといた方がいいのかなって、思いますね。結構じゃあこれ大事なポイントですね。そうですね。から受ける方に関して。確かに狭いですね。落としたりしたらまたそれがそれでこう焦ってしまいますしね。そうですよね。で会場に飲み込まれそうっていう意見が多かったんですけど、そんなに考えなくていいよということで。若い方なんか、センター試験とか、いろいろと試験受けてらっしゃいますし、そんな雰囲気ですもんね。変わんないです。多分若い方の方が試験慣れしてるんじゃないですか。社会人になると試験受ける機会ってなくなるんで、それより多分、若い方の方が全然、試験慣れしてて、平気だと思います。軽い気持ちで。そうですよね。軽い気持ちで受けるのがいいと思います。重く考えずにってことですね。そうですよね。あと、忘れ物しないようにしてほしいですね。忘れたらね。そう、練習してていろんなところにね、ちょっとここ置いてっちゃってとか。はい。で、当日焦るとあれなんで、ちょっとちゃんとそのね、工具だけはしっかりと持ってってほしいですね。そうですね。試験票を忘れてくる人とかいますもんね。それ最低ですね。もう最低です。私の仲間一人忘れてきたんで、はい。あれ忘れたらもうダメなんでしたっけ？いや、なんかなんやかんやでうまいことやってくれましたね。時代も多分緩かったんだと思うんで、今もしかしたらダメかもしれませんけど。家出る前に再確認というか、もう1日前からもう一回見とかなあかんですね。あと言っとくとあれですね、配線器具、ちょっと破損させないように気をつけてほしいですね。外す時とかにバリッと。間違えて繋いじゃった時とか、ね、外す時、あそこかけちゃったらあれで一発で多分ダメだと思うんで、不良品ってことで。もらえないんですね、配線器具は。もらえないです。壊してしまったらもうそれで失格になっちゃうんで、ちょっと焦って力入れてね、ポリっていっちゃったらそこで終わっちゃうので、ちょっとそれはちょっと知っといてもらって慎重にやってもらった方がいいんじゃないかなって。僕ら実際現場でもコンセントって使いますけど、ちょっとやりすぎたらバリッといきますもんね。そうですね。現場だと古い配線器具とかなおさらね、かけやすかったりするんですけど。初めてやる方はちょっと一回わざと終わってみるのもいいかもしれないですね、練習のうちに。そうですね。ここまでやったら割れちゃうんだみたいな。どれぐらいでいっちゃうのかみたいなね。それがテスト当日にやってしまうともうどうしようもないんで、100円ぐらいですもんね。そうですね。一個ちょっとみんな割ってみてください。あれ、消耗品とかは確かもらえるんですよね、言えば。リングスリーブとかは確かもう一回もらえたはずなんですけど。ですよね、リングスリーブとワゴと、ケーブルも確か行ったらもらえるって聞いたことがあったと思うんですけど。であと会場関係の質問で、服装はどんな服装で行ったらいいんですかっていう質問が来たんですけど。いや、特に決まってなかったと思いますけど。普通の格好して行ったと思いますね。作業着わざわざ着てくのも、なんか洗濯しなきゃいけないし、めんどくさいなーなんて思って。私服ですね。そうですね。普通に私服で全然問題ないと思います。ツッチーさんは学生服ですか？記憶にないですね。私服だったと思います。そんなにこだわらなくてもいいということで、好きな格好で行ってくださいということですね。動きやすい、作業しやすい服装で。あとあった質問がですね、腰道具はいりますかっていうことなんですけど。いらないですよね。適当にバッグに入れて持ってったと思います。持ってきました？
普通になんか袋に入れて。ああ、腰道具じゃなくて道具だけですよね。はいはい。机に座ってやるんで、腰道具は一切使いません。おそらく。結構おるっすよね。本当ですか？僕の会場結構いましたよ。腰道具つけて。はい。多分今というか、みんな結構見てると思うんですけど、やっぱ腰道具の方が、なんていうんだろう、いつもの平常心を装うためにっていうことで、つけてる人が結構おるみたいで。本当ですか？やりにくくないですかね。そういうのがあるから、腰道具でつけなあかんのかなっていう、初めて受ける人には疑問がちょっと飛び交ってたりするらしくて。ああ。僕もツールバッグみたいなのに、カバンかなんかに入れていくんで、いらんとは思うんですけど。そうですね、腰道具だって背もたれある椅子だったら、道具取れないですよね。頑張って取ってましたよ。お尻前にして。あ、そういうのがあるんですね。じゃあいろいろ、質問答えてもらってありがとうございました。僕からのアドバイスっていうのは僕のね、チャンネルの方で動画出したりしてるんで、ちょっとツッチーさんと電気屋日和さんから一言アドバイス欲しいなっていうのと、二人とも YouTube チャンネルされてるんで、今日ね、興味持って見に行かれる方もおると思うんで、どんなチャンネルか、ざっくり紹介してもらえたら助かります。じゃあ、ツッチーさんからお願いします。第2期健康士のね、実技試験を受けられる方、さっき話した通り、器具の破損とかね、あると、一発でそこでダメになってしまうんで、そういったところはね、慎重に、やってもらって、後悔、悔いのないように頑張ってください。私のチャンネルでは、電気工事士のね、合格した先の話をしてます。実際の現場では、こうなんだよっていうのを結構多くやってるので、よかったらぜひ見に来てください。ツッチーさんはテスト、ライブの方で解説してたり、それをアーカイブに残してるんですよね。去年の問題を、私が実際に解いて実際にやって撮影した問題があるんで、こういう感じでやっていくといいよみたいなアドバイスとかも載ってるので、よかったら見てくれると嬉しいです。はい。じゃあ、概要欄にリンク貼っとくんで、ぜひ、見られる皆さん、参考にしてください。次、日和さん、お願いします。はい。あんまり気負わないで楽しんでいく感じがいいんじゃないでしょうかね。今年落ちたら別に、年に2回もあるわけですし、落ちたら死ぬわけじゃないんで、本当に気楽に、原付の免許でも取りに行く感じで、そんな感じでいけるのがいいと思います。気をしてもいいことないんで。そう言って後輩落ちたんじゃなかったでしたっけ？その話出しちゃいますか。その話聞かせてくださいよ。そうですね、一緒に電気工事をやってる後輩に、電気工事の試験どんなもんですかって聞かれたんで、もう原付の試験ぐらいなもんで、勉強すれば受かるし、しなきゃ落ちる、そんな程度なもんだよって言ったら、本当に何も勉強してなかったみたいで、試験当日、朝テキストを初めて開いたぐらいだったみたいで。それは無理ですね。勉強って朝サクセスってやつでちょっと勉強するだけですもんね。そうです。そうみたいですね。いたんでしょうね。で、すいません、落ちましたって言われて、私もちょっと気まずくなって、ごめんねって言って終わりました。勉強はしないと落ちるんで、そうですね。勉強はちょっとしてた方がいいと思います。あまり気負わずに行くのがいいと思いますね。わかりました。周りの先輩は、気負わずに行くために軽くできるよって言ってるけど、実際はね、ちゃんとやれるとこは勉強した方がいいってことですね。日和さんはなんか電気工事の最近出しましたよね。筆記の方出してたんですよね。そうですね。私は筆記の方です。計算問題が捨てていく第2種電気工事士試験対策っていう、再生リストをちょっと作らせていただきまして。はいはいはい。実際に現場に入ったことない人なんかが、参考とか聞いてもやっぱりわからないじゃないですか。そうですね。なんで、高速カッターだ、ベビーサンダーだとか言われても、ちょっとわからないと思うんで、そういうのを使ってちょっと遊んでるような動画みたいのを集めさせていただいて、なんで試験勉強の傍らにちょっと息抜きに見ていただくような形っていうんですかね。そうすると理解が深まるといいなと思って作らせていただいてるっていう形です。じゃあそちらもリンク貼らせてもらうんで、ぜひ視聴者さんね、見てください。じゃあ今日はツッチーさん、日和さんありがとうございました。ありがとうございました。とりあえず、面白くしたいです。電気屋を。